皆さんこんにちは、藤本補まりです。これから社会人クラブ対抗団体戦決勝の第2ダブルの解説を始めていきたいと思います。決勝は時間の関係で第1シングルス、そしてこの第2ダブルスが開いて行われていて、一つのカメラで両方の試合を撮っているので少し画像が荒くなってます。ご了承ください。対戦相手は富山県のバドワイザー瀬山長原組になります。私のパートナーは井出選手で、前回大会の優勝メンバーです。いつも組んでいる福井選手は今回肩の調子が悪かったので、ベンチで応援でした。私は過去にも対戦したことのあるペアなので、相手の特性をパートナーに伝えつつ作戦を立てていきます。それではゲームスタートです。まずは相手の様子見からです。今のは空振りでしたね。緊張もあるので最初はこんなもんだと思います。チャンスがあれば打っていきますが、体勢が崩れたら無理しないで前につないでいきたいと思ってます。ナイスショットです。ナイスショットですね。今、ドライブから前に詰めて全員で決めてもらいました。私のショートサーブ。今のはラッキーですね。私のショートサーブも少しはマシになってきたと思います。今更なんですけど。これもナイスショットですね。これはドンマイですね。序盤でボンミスは気をつけていきたいですね。これはラッキーです。これもボンミスですね。これもボンミスなので、序盤で本当にボンミスを気をつけていきたいです。今のはラッキーでした。
これもラッキーですね。まだ相手動きが硬いですね。はい、今のは相手のねラケットの動きを見てラウンドに飛びついて打ってます。今ちょっとサーブが甘くなったところから攻め込まれてしまいましたね。はい、今相手がサービスフォルトを取られました。この大会のね準決勝決勝だけ副審がついてしっかり見てます。はい、今瀬山選手のサーブレシーブがめちゃくちゃ速くて全然取れなかったです。今ナイスコースでしたね。スマッシュが遅くてもコースが良かったので決まったと思います。これで11を選手いい感じでリードしてます。はい、それではゲーム再開です。はい、今相手は作戦でドロップからのスマッシュでしたが、アウトギリギリのところにカウンターできて決めれました。いや、これね、相手のナイスショットなんですね。今サーブちょっと浮いてたんですけど、相手のプッシュが良かったです。はい、今惜しかったですね。レシーブでカウンター取れたかと思ったんですけど、少しサイドアウトでした。流れは悪くないです。はい、今ラウンドに回り込めず甘くなってしまいました。このような流れにならないようにしたいですね。はい、今全員がミスをしたんですけど、攻撃からのミスはしょうがないので切り替えて次に行きます。はい、今攻める形は作れたんですけど、カウンターから、逆に攻め返されてしまいました。でもいい感じでね、攻めているので、これもすぐに切り替えていきたいところです。はい、相手の好レシーブもあったんですけど、甘くなったところから攻めきれました。簡単にロブイングしないように配球してます。
はい、これも相手のミスでラッキーでした。いや、これも早いですね。サーブレシーブのタイミングも合わせられてるので、取れないですね。ボンミス。ちょっとこれは気をつけていきたいです。はい、ナイスショット。相手の前のプレッシャーがね、少ない分、前に落としやすいかなと感じました。はい、先ほどのようなバック側のカウンターがね、あったので、それをされないように、フォアからつないでラウンドで決めに行ってます。はい、相手を左右に振ってからのナイスショットですね。はい、今のはクロスレシーブが甘くなってしまいました。でもリードしているのですぐに切り替えていきます。はい、今のはネットインでラッキーです。はい、今相手がね、ドライブを待っていたので、頭上を抜くショットに変えました。横スタンスで構えると、後ろに下がりにくいので、今のが有効でした。はい、サービスのタイミングを変えてますけど、綺麗に合わせられてます。これも取れなかったです。はい、今私の判断ミスで下がるかどうかちょっと迷いがねあったので、パートナーにも迷わせてしまった感じでした。やはりね、前衛が迷ってしまうと後衛にもね、こう迷いが生じてしまうので、前衛がこうどんどん先に動いていくようなイメージでいった方がいいですね。はい、相手の打ちづらいコースを
我慢して打ち続けて最後決めることができました。はい、今相手が流れを変えようとした感じでしたね。決められてしまったんですけど、気持ちを切り替えてちょっと我慢していきたいところです。はい、今肩口を狙ったんですけど、思いっきりフォアでカウンターされてしまいました。もうこれはね、笑うしかないですね。はい、今後衛が打って前衛で決めるという、ナイスな連携でね決めました。これで1ゲーム目先取です。2ゲーム目は相手が作戦をおそらくね変えてくると思うんですけど、我々は同じような展開で、攻めていくのでいいかなという判断でいきます。ただね、やはりこう体力的に、疲れてくると集中力も下がってくるので、もう一度、集中し直して、2ゲーム目に入っていきたいと思います。それでは2ゲーム目がスタートです。はい、序盤はできるだけボンミスはしたくないですね。つなげていきたいところです。はい、今オープンスペースに決められました。嫌な流れをね序盤で作らないようにしていきたいです。はい、今の相手のサービスミスですね。これはラッキーです。はい、今相手のネットインから決められてしまいました。これはねもうしょうがないのですぐに切り替えていきます。はい、これも相手のサービスミスですね。相手が流れをつかめそうな時にこういうミスは本当に大きいですね。はい、今前衛のミスなんですが、攻撃している中でのミスはね多少はしょうがないと思ってるので、もうすぐ切り替えて次に行きたいですね。はい、今相手がね正面とおそらくシャトルがかぶった感じで打ち損ねた感じですね。はい、これはラッキーでした。そして今第一シングルスが勝利したので、そこで勝ったメンバーがね今、こっちのベンチに戻ってきました。はい、バックハンドスマッシュ惜しかったですがアウトでした。はい、これも前に落とされて決められるパターンですね。前にはしっかり対応していきたいところです。
はい、これも相手のボンミスでしたね。これはラッキーでした。やはりね、相手がリズムをつかみたいところでなかなかつかみきれてないのがね、今助かってるところです。はい。今攻撃に対して相手が結構上げてくれるので、打つのはね、疲れるんですけど、リズムは作りやすくなるので、打つ方も我慢は必要なんですが、攻撃してる方がリズム作りやすいです。はい、今前に落とすのが甘くなって、それをプッシュされて決められてしまいました。ボミスですね。はい。切り替えていきます。はい、今前に突っ込んでくれたんですが、ミスになってしまいました。これもね、攻めのミスなのでしょうがないと割り切ります。はい、サーブレシーブで流れを持っていかれないようにしてます。はい、今頑張って前をね、取ってから前衛と連携して得点しました。我慢しながらね、いい感じで点数が取れました。はい、これ相手のサーブレシーブのミスですね。ラッキーです。はい、今アウトで、私のカス当たりのスマッシュだったんですけど、相手のミスに救われました。相手がね、ここで、ミスをしてくれてるのは非常に大きいですね。はい、ここで流れを持っていきたいところです。はい、痛恨のサーブミス、大事な場面で出てしまってますね。はい、気持ち切り替えていきたいと思います。はい、今サイドに振られてからのゴールデンコースでうまく前につないで、相手が前に落とすところを、最後ね、前に落とすところを前衛がすかさず前に詰めて決めるっていう感じです。これは井出選手ナイスですね。はい、今井出のサービスが、タイム読まれてたのでロングに変えて相手の甘い球を誘いました。これで11ですね、いい流れを作って逆転しました。はい、相手のミスで得点になります。これもラッキーですね。はい、前衛のいいタッチで、今得点できました。流れがね、いい感じで来てます。
はい、これも相手のミスです。相手がね、簡単に上げたくないというプレッシャーでミスを誘えてるんじゃないかなと思います。はい、今、井出選手のね、論が読まれてたんですけど、それでもね、今、リードしてるので、すぐに気持ち切り替えていきたいところです。はい、今、スマッシュが相手のど真ん中、2人のど真ん中に行ってノータッチになりました。ナイスコースですね。やはり流れができてくると、相手もね、少し焦ってくると、迷いが生じたりするので、そういう流れで今、点数が取れてるんじゃないかなと思います。はい、これは相手のスマッシュがいいコースに来ましたね。鉄板の脇下コースに来て決められてしまいました。さあ、気持ち切り替えていきます。はい、今サーブレシーブで高めのプッシュから前に落とされたのを決める感じで、いい流れで点数取れてます。はい、相手のローテーションも少しずつ噛み合わなくなってる感じかなというのでね、やはりダブルスなんかは展開が早いので、メンタル的に少し追い込まれると、合わなくなったりしてきますね。はい、今相手のサーブレシーブが早かったです。はい、これも相手がちょっとなんかタイミング合わなくなりましたね。井出がナイスプッシュで決めました。はい、相手が攻め急いできたところからミスを誘えた感じです。はい、これもナイスタッチで、前に決めることができました。これで一気にマッチポイントになります。はい、今渾身のスマッシュが返されて、逆にプッシュでね決められてしまったんですけど、でもすぐにね切り替えて次っていう風にしてます。はい、これも前が遅れて決められる展開になってしまいました。これもねもうリードしている場面なので、すぐに切り替えていきたいところです。はい、最後は井出選手のプッシュがネットインでゲーム。これでチームが勝利し優勝となりました。はい、2ゲーム目はね後半の連続得点が良かったかなというふうに思ってます。いいリズムでね攻めれたので、それが勝因だったと思います。はい、これで T ゴーウィーバーが3連覇することができました。今年度からね、実業団選手や他県からの補強選手がメンバーに入れられないルールになりましたが、その中でも優勝できてよかったです。ちなみに一般男子と一般女子だけは優勝チームに賞金10万円が贈呈されます。
なので今回も10万円ゲットできました。来年は栃木開催ということですが、まだまだ参加していない都道府県も多いので、興味のある方はぜひ参加してください。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。